こんにちは。ジパング55のタカです。今私は東京の高輪ゲートウェイ駅に来ています。今回は JW マリオット東京をご紹介します。マリオットインターナショナルの最上位ブランド JW マリオットとして国内2軒目、首都圏では初進出となるホテルです。今回はラウンジからホテルの施設までたっぷりご紹介したいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。 JW マリオット東京は駅直結の高輪ゲートウェイシティのツインタワーザリンクピラー1の23階から30階に位置しています。駅の目の前なのでアクセス抜群ですね。建物の入り口も白基調で分かりやすかったです。ザ・リンクピラー1の中からも入れました。デザインは禅の精神と自然美に着想を得ており、石、木、銅などの素材を生かした性質で洗練された空間が特徴だそうです。エレベーターで30階のフロントに向かいます。28階にジムやプールなどがあるそうです。30階のフロアに降りると JW マリオットのシンボルであるグリフィンのオブジェが飾ってありました。ホテルロビーは開放感があまりありませんでしたが、落ち着いた雰囲気になっています。ラウンジとしても利用できるのでドリンクなども楽しめるそうです。奥にはバーがあり、夜はお酒などを楽しむことができます。昼間は営業していないようですが、夕方の時間にドリンクがお得になるハッピーアワーもあるみたいです。隣にフロントがあり、チェックイン手続きができます。チェックイン手続き中にレモンとジンジャーのウェルカムドリンクをいただきました。私が宿泊したのは冬場だったので、ドリンクが温かく体が温まりました。ちなみにマリオットボンボイのプラチナ会員以上かつ15時以降であればラウンジでチェックインができます。後ほどご紹介しますが、15時前はアフタヌーンティーの時間帯なため宿泊当日は利用できないそうです。今回はラウンジと同じフロアの27階に宿泊します。以前ご紹介したプリンスギャラリーのように上層階にフロントがあり、下に客室があるホテルでした。エレベーターホールも幻想的な作りになっていました。今回はデラックスルームを予約していたのですが、スイートは満室ということでアップグレードはありませんでした。少し残念ですが、気を取り直して部屋をご紹介していきたいと思います。部屋はカードキーで開錠して中に入ります。お部屋の玄関も広々しており、荷物置き場はスーツケースも置けそうです。部屋に入ると自動的にカーテンが開く仕様になっていました。クローゼットも壁と一体になっており、スタイリッシュですね。こちらがお部屋です。ベッドが大きいので少し部屋のコンパクトさを感じますが、十分な広さですね。部屋から見える眺望も綺麗です。スイートや一部のデラックスルームはレインボーブリッジなどが見えるようです。窓際のソファーも幅があり、ゆっくり過ごせそうです。眺望の良い場所でゆっくりできるのは嬉しいですね。ベッド脇にある明かりもとてもおしゃれな作りです。キングベッドで広さも十分あり、ふかふかです。ラジオとスピーカーが一体になったデジタル時計も置いてありました。綺麗な眺望を見ながら寝起きができるのは最高の空間ですね。テレビも大きく向きを変えられたので、ソファーでもベッドでも見やすかったです。テレビではホテルの紹介、ディズニーチャンネル、BBC などの海外放送も見ることができました。自身の動画サービスも見ることができました。スタイリッシュな空気清浄機もありました。ミニバーもあり、ドリンクやグラスが置いてありました。有料ですが、赤ワインやウイスキーなども置いてありました。お水は瓶タイプです。引き出しの中にはグラスや急須が入っていました。コーヒー、紅茶、
ほうじ茶などは無料で飲めました。有料ですが、スナックやチョコもありました。冷蔵庫には有料のドリンクが1杯に入っていたので、他のものを入れるスペースがありませんでした。浴室、洗面台は白基調で高級感がありますね。スイートルームだと浴槽から外の景色も見れるみたいです。浴室はレインシャワーと手持ちがあり、浴槽も分かれているのでゆっくり湯に浸かれそうです。ボディーソープなどは備え付けがあります。浴槽も深く広いので一人でゆっくり入れました。バスソルトもありました。洗面台の隣にトイレがあるのですが、扉が謎に半透明なので少し困りました。開放感があるからいいんでしょうか。洗面台を利用している時にトイレは使えなさそうですね。洗面台は一つしかありませんが、広々しており物も置けそうですね。下にある引き出しにドライヤーやアメニティがあります。スキンケアセットはなぜか1セットしか用意されていませんでした。ドライヤーはダイソンが用意されていますね。クローゼットも広々していました。バスローブもあり、かなりふかふかで着心地が良かったです。下の引き出しに金庫やパジャマが入っていました。靴磨き用の袋もあり、お願いすれば対応をしてくれるみたいです。それでは今回こちらのお部屋に1泊します。お値段は1泊10万円前後する高級ホテルです。今回はマリオットボンボイのポイントを利用して 9.5 万ポイントで宿泊しました。日程によりかなりポイント数にばらつきがあり、7万から12万ポイントぐらいで宿泊が可能なようです。プラチナ会員以上の場合、朝食はラウンジで無料提供していますが、ホテルのレストラン朝食も6500円で利用できます。朝の7時から8時には無料でヨガも行われています。ただし先着9名なので、希望の方は早めに予約してみてください。レンタル用品も結構いろいろ貸し出しているので、荷物を軽くして訪れることができそうです。は結婚記念日で宿泊したので、お祝いのメッセージカード、チョコレート、フィナンシェが置いてありました。フィナンシェはウェルカムスイーツとして提供してるみたいです。心のこもったメッセージが書いてあったので、とても嬉しかったです。それでは続いて、館内をご紹介したいと思います。30階のロビー前にはホテルグッズなどが販売していました。パジャマなんかも販売していますね。ロビー横には、クロワッサンやケーキを販売しているルクレスがあります。5種類ほどのクロワッサンを販売しており、人気のものはすぐに売り切れてしまうそうです。私が15時ぐらいに訪れた時には3種類だけ残っていました。私は中に生クリーム、上にチョコが乗ったクロワッサンを購入しました。結構ボリュームがあったので、2人でシェアしてもいいかもしれません。他にも手土産用のお菓子やケーキなども販売していました。どれも美味しそうですね。28階にはプール、ジム、スパがあります。ジムは外を見渡せるようになっており、とても開放感がありました。ランニングマシーンや筋トレ器具など、基本的なものがありました。お水やタオルもありました。ヘッドホンも貸し出していたので、結構珍しいですね。外の綺麗な景色を見ながら走ると気持ちが良さそうです。最近のマリオット系列のホテルでは珍しく、プールとサウナを無料で利用することができます。更衣室から分かれて、プールに入ります。更衣室では、ドライヤーや歯ブラシ、ボディクリームなどがありました。ただスキンケアセットがなかったので、そこはいまいちですね。プールまでは、部屋からガウンで移動して良いそうです。新しいガウンも用意されているので、外まで着ていけるのは便利でいいですね。ペットボトルのお水もあり、自由に飲めるようになっていました。サウナは更衣室に隣接しており、ドライとスチームの2種類がありました。シャワー室も同様で、プールから上がったらすぐにサウナやシャワーを使えるようになっています。
サウナは数人入れる広さだったので、そんなに混まないと思います。プールは東京の街を一望できるようになっていました。脇には横になれるソファーがあり、ゆっくりできます。時間帯によっては綺麗な夕日や夜景も見れます。プールの隣にはジャグジーもあり、冷えた体をすぐに温めることができました。意外に広く、6人から7人くらいは入れたと思います。ただジャグジーからはあまり景色が見えなかったので、その点は残念でした。プールの奥には東京タワーも見ることができました。綺麗な景色を見ながら泳ぐことができます。プールを利用する際は事前に予約が必要です。専用サイトから予約が可能ですが、予約のたびに名前やメールアドレスを入力しないといけないので、その点が面倒でした。部屋番号と名前を入力したら予約できるようにしてほしいです。ただ都会の中でプールサイドでゆっくりできるのは嬉しいですね。更衣室のアメニティが少し物足りないですが、都会の中で違った時間を過ごせるので、皆さんも利用してみてください。続いてはマリオットボンボイのプラチナ会員以上が利用できるエグゼクティブラウンジをご紹介します。ラウンジはかなり広々しており、東京の街並みを一望できます。席数も多く、席タイプもいろいろあったので、自分のスタイルに合わせて利用できそうです。15時から17時の間は、ドリンクと簡単なお菓子だけ置いてあります。ジュースはオレンジやグレープ、アップルなどが冷やしておいてありました。冷蔵庫にはジンジャーエール、ペプシゼロ、マウンテンデュー、トニックウォーターがありました。紅茶はブランドのジンが数種類用意されていました。お菓子はビスケットやクッキーがありました。外からの眺めはとても綺麗で、JR の路線が真下に見えました。ラウンジには新聞や雑誌なども置いてありました。15時から17時の間は軽食がなく、3種類のお菓子だけ置いてありました。軽食提供の時間はオードブルが17時から18時30分、19時から20時30分、朝食は7時から8時30分、9時から10時30分、アフタヌーンティーが13時から14時、14時から15時のそれぞれ2部制です。コーディアルとデザートは21時から22時で提供しています。朝食のみ予約が必要ですが、残りはどちらかの時間帯を利用できます。ちなみに早めに来ても15時からしかラウンジは利用できないので、アフタヌーンティーは翌日しか利用できません。翌日に予定がある場合は、アフタヌーンティーは利用できないので注意が必要です。それではオードブルの時間の食事をご紹介します。食事はビュッフェ形式でした。バーニャカウダ、オリーブ、サーモン、ハム、サラミ、チーズ、パンが数種類ありました。ピタパンとフムスもありました。鶏肉やトルティーヤもあります。ホットミールはポテトパイのような料理、春巻き、ポテトなどがありました。カレーもあり、お腹にたまりそうです。角煮なんかもありますね。デザートもケーキが4種類あり、クッキーなどもありました。ドリンクはカクテルなどのアルコールが追加されていました。ウイスキーやワインなどいろいろ用意されていました。白ワインやビールなども冷やしてありました。窓からは綺麗な夜景が見えました。奥にはレインボーブリッジも見えますね。食事の種類は多くありませんが、味はどれも美味しく、量も十分でした。夜の部だとお子さんもいないので、ゆっくり過ごしたい方はおすすめです。夜景を見ながらお酒を楽しむのもいいかもしれませんね。21時からは料理が下げられ、
デザートのみ提供されます。カクテルタイムにあったデザートから若干種類が変わり、アップルパイなどが追加されていました。先ほどから引き続きパンプディングもありました。夜景を見ながらゆっくりデザートを食べれるのは嬉しいですね。改めて見ても、レインボーブリッジが綺麗に見える景色が素晴らしいですね。カクテルタイムに間に合わなかった方は、コーディアルだけ利用してもいいかもしれませんね。せっかくなので、バーも利用したいと思います。夜のロビーも雰囲気があって素敵ですね。JW バーは17時から23時まで営業しています。今回はカウンターの席が満席だったので、奥の席に案内されました。ただ案内された席が夜景も見えにくく、生歌演奏も聴きにくい場所だったので、少し残念でした。席数はそんなに多くないようですね。今回はウイスキーとノンアルコールを注文しました。カウンターであれば、バーテンダーが目の前で飲み物を作ってくれます。生歌も聴けるので、時間があれば利用してみてください。部屋からも綺麗な夜景を見ることができました。今回は結婚記念日で宿泊したので、お花を用意してもらいました。サービスでタオルの白鳥も作ってくれました。心遣いが嬉しいですね。ターンダウンサービスでは、お水の補充とピロースプレーなども用意してくれていました。良い香りの中で眠れるのは嬉しいですね。部屋の電気を消して、ゆっくり夜景を楽しみながら眠りたいと思います。おはようございます。今日もいい天気で、景色がよく見えました。それでは早速ラウンジの朝食を食べに行きたいと思います。サラダやハム、サーモンなどがあります。豆腐などの和食、コーンフレークやトッピングなどもありますね。食パンは全乳粉のものもありました。焼きそば、油揚げ、筑前煮なんかもありました。お味噌汁も具材をトッピングできました。白米、スープのミネストローネもあります。菓子パンは種類が多く、どれを食べようか悩んでしまいますね。クロワッサンやマフィン、デニッシュなどがありました。他にもレーズンパンやライ麦パンがありました。冷蔵庫には牛乳、豆乳などがあり、ヨーグルトもプレーン、ブルーベリー、低脂肪の3種類がありました。他にも納豆、明太子、フルーツがありました。ドリンクはスムージーが追加されていましたが、他は一緒でした。朝食はどれも美味しく、相変わらず綺麗な景色も楽しめました。注文で、卵料理か焼き魚も注文できます。焼き魚の種類は時期によって変わるみたいですが、私は鮭でした。ですが、やたら提供が早かったので、もしやと思いましたが、あまり温かくなかったです。おそらく事前に焼いた魚を温め直しているのだと思います。魚があまり温かくないのは残念ですね。菓子パンはどれも美味しかったので、このホテルは洋食がおすすめかもしれません。フルーツは盛り合わせのようになっており、カップに入っていました。ヨーグルトやコーンフレークに合わせて食べれました。朝食は9時からの会を予約しましたが、結構混んでいました。時間をずらした方がゆっくりできそうですね。ドリンクも着席するタイミングで提供してくれるスタッフとそうでないスタッフがいました。スタッフによってサービスに差があるのは残念ですね。今回の宿泊は16時まで滞在できるので、ホテルのプールでゆっくりしながら13時のアフタヌーンティーを待ちたいと思います。それではアフタヌーンティーを紹介します。ケーキやスコーンを自由に取れるようになっていました。わさびやカレー味のスナックも置いてありました。メニューはタルトカップに入れた玉ねぎのムース、スモークチキン生姜風味のトルティーヤ、いちごとビーフパストラミのサンドウィッチ、サーモンリエット、アップルパイ、チョコレートタルト、ベリーのムースがありました。甘いものや
塩味のある料理がバランスよくあるので嬉しいですね。味もどれも美味しく、たくさんいただけました。スコーンも意外に本格的で、とても美味しくいただけました。いろんな種類をたくさん食べれるのは嬉しいですね。残念だった点で言えば、最初にケーキスタンドで提供しているお客さんと、そうでないお客さんがいました。どういった差なのかわからなかったです。お客さんやスタッフによって、サービス内容に差があるのが露骨にわかるので、その点は残念でした。オープンしたばかりなので、今後に期待ですね。でもリッツ・カールトンのように、追加料金なしでここまでのクオリティの食事をラウンジで提供しているのは、素晴らしいと思いました。プールやサウナも無料なので、ゆっくり過ごしたい方にはおすすめのホテルです。それでは残りの時間、アフタヌーンティーを楽しみたいと思います。それでは今回の JW マリオット東京いかがだったでしょうか。新しいホテルなので施設内も綺麗でラウンジも充実していました。若干サービスに差を感じましたが、十分満足できるホテルだと思います。高輪ゲートウェイ駅の目の前でアクセスも抜群なのでぜひ利用してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。